こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回はジオラマ制作の第15回目となります。まだ元の木材がむき出しのところが結構ありますが、今回はこれを何とかしてみたいと思います。そこで購入したのがこちらの芝生の達人3。これはドイツの鉄道模型メーカーノッホが製造して加藤が輸入販売している商品となります。この商品かなり以前から気にはなっていたんですが、ご覧の通りの金額で割と値段が張りますので、例えば今の時期ですとこちらの青い森鉄道の方が欲しいなと思ってみたり、毎回その比較対象となった結果見送られてきたわけなんですが、いつまで経っても手に入れられないということで、今回 Amazon で少し安かったのでポチってみたということでございます。それでこれに先立つこと一月ほど前に経費を削減しようということで、こちらの静電気植毛機を購入してみたんですが、これですとなかなかね、立つというよりかは放射状に広がるというような施工しかできなかったわけで、これに比べて芝生の達人3を使いますとこんな感じにふわりと立って仕上がるということでございます。では作業の方に入りたいと思います。まずは道をつけるのにこちらの草原のりを塗って、ここに土色のパウダーを巻いていきます。使ってるのは加藤のナノプランツ土色茶というのを使っておりますが、ちょっと未舗装の道としては少し濃いめの色を使っております。その後ある程度乾きましたら掃除機で余分なパウダーを吸い取って道の形を整えておきます。それで今からちょっと薄い緑色の芝を植えていくので、下地の色を少し明るい茶色に塗り替えてみました。その後芝生の達人3本体に電池をつないで緩衝材を入れて蓋を閉めます。次に本体につながっているこちらのコード、先端にはワニ口クリップがついておりますが、レールのように挟めるところがあればそんな感じでもいいですし、挟めるところがない場合はこういった釘やらネジを挟んでそれを突き刺すような形で使えばいいかと思います。次に草の素材なんですが、基本グリーンを基調とした色の雑草色、それからブレンド、あと追い緑という3種類の色がそれぞれ 4mm、6mm、9mm と長さを変えて販売されております。あと秋のシーズンものとして萌え木色、それから褐色の2種類が、こちらは長さが 6mm のものだけになりますけれども発売されております。制作中のジオラマのシーズンは秋になりますので、雑草色のような濃い緑は使いづらくて、こちらの萌え木色とあとは追い緑をブレンドしたような色を中心に使っていきたいと思います。萌え木色のサイズは 6mm だけですので、追い緑の方も長さを合わせて 6mm にしております。これをだいたい1対1ぐらいでブレンドしたのがこんな感じになります。それでふるいが3種類あるんですが、今回は真ん中の中目のものを使いますが、右の細かいものほど短い草、左の粗いやつほど長い草に使うということでございます。それでこれらの準備が終わったら次は糊を塗っていきます。使っているのは先ほどの草原糊となります。ちょっと塗りムラがありますが、ここには木を植えたいということでわざと塗っていないということです。ではアースケーブルのクリップに釘を挟んで、それをちょっと側面に突き刺して
それから施工していきます。では続いて駅と機関区の付近をやっていきたいと思います。まず津川陽光のデザインプラスチックペーパーを使いまして、駅舎の周りはこんな感じにしました。続いて茶色いパウダーを全体的に巻いていきたいと思いますが、本来ですと木工用ボンド水溶液を使うのがベーシックなやり方ですが、今回は草原のりがたくさんありますので、これを塗っていきます。こういった木材に直接塗る場合は、乾いた木材が水分を吸収してしまうので、割と分厚く塗るのがいいと思います。あらかじめ霧吹きで木材に水分を吸わしておくのも一つの方法だと思いますが、とりあえず今回は草原のりをたくさん塗るという形で進めております。のりを塗り終わりましたら、ちょっと急ぎで乾かないうちにパウダーを巻いていきます。この時割と均等に巻くというのを意識せずに、どちらかというとバサッとたくさん巻いちゃうというイメージがいいかと思います。その後面積が割と広いので多少時間がかかってしまいましたが、こんな感じで全て茶色いパウダーを一旦巻いてみました。線路から天板への端の方は作業するときにいろいろ引っ掛けちゃうので、ジオラマ製作の最終段階で仕上げたいと思います。その後余分なパウダーを掃除機で吸っていきます。そうしますとかなりそのムラができてしまいますが、これはこの後いろんなパウダー類を重ねていきますので問題ないということで、まずは薄めの緑色を巻いていきます。ムラがあるところ、あと下地が木材なのでそれを目立たないようにするというような役割と考えてもらったらいいと思います。注意点としましては、こういった遊歩道のところにパウダーが乗ってしまうとちょっとかっこ悪くなるので、ここは筆かハケなどを使いましてきれいに整えておくということです。それで薄い緑を巻き終わりましたら、今度は濃い緑に変えて全体的に巻いていきます。それでこんな感じになりましたが、この時点ではなんかちょっとまだ違うやんって感じなんですが、次に芝生を作っていきます。下の白い紙は私はステッカーを剥がした紙を使っておりますが、なければクッキングペーパーとか、剥がしやすい素材であれば何でも OK だと思います。そこに草原のりを塗っていきますが、薄く塗り広げるというよりもちょっと厚めに塗る方がいいかと思います。次にワニ口クリップをこのように挟んで接続しまして、電源を入れ、草はあらかじめセットしておりますけれども、
こんな感じで振っていきます。最初の段階ではやや倒れた感じにイメージを感じますが、やり続けることによってだんだんと立っていきます。もうこれ以上密度的に限界やなという感じになりましたら出来上がりといたします。こんな感じですが、これを色を変えて3種類作ります。追い緑と萌え木色、それからそれをミックスした3種類となります。芝の長さは 6mm のものに統一しておりまして、乾いたらこれを剥がしていきます。草原のりをやや厚く塗るように言いましたが、薄く塗り広げるとこれがなかなか剥がれないということで、分厚く塗りますとこんな感じに簡単に剥がれるということでございます。では次にできたのを適当な形にカットいたしまして、どこへでも好きなように貼っていけば OK なんですけれども、一例として岩肌のちょっと平らなところに貼ってみました。それで先ほどの機関区周りの続きなんですが、カットしたのはちょっと顕微鏡で見たゾウリムシのような形をしておりますが、これを置いていきます。次に以前コースターフと呼ばれてて、今はスモールプランツに名前は変わっておりますけれども、これのミディアムグリーンとあとライトグリーン、この2種類をちょっと重ねるように巻いていきます。この時どちらを先に巻いてもいいかと思いますが、あまりぐちゃぐちゃに平均化したような混ぜ方をしますとかえって変になりますので、こんな感じでちょっと分けるような分けないような、そんな感じで配置するのがいいと思います。だいたい配置が決まりましたら、次にこれを接着していくわけですが、まずはカットした芝の裏側に草原のりを塗ってこんな感じに置いていきます。それで芝をカットしたところの断面がちょっとやや目立つんですけれども、それをごまかすという表現を使うのはどうかと思うんですが、周りのスモールプランツによって生え際をちょっと覆うような形に見せるとうまくいくと思います。次に柵と遊歩道の間の狭いところをやっていきます。自然界を見てみますと、こういった柵の際のところは背が高い草が生えていることが多いので、少しスモールプランツを盛り気味に置いていきます。その後にちょっと指先で柵に押し当てるような感じで高さを稼ぐといいと思います。でもちろん芝なんかも細く切りまして、この遊歩道と柵の間にはめていきます。これらの作業が終わりましたら、今度は霧吹きをして木工用ボンド水溶液で固めていきます。一応動画の速度は2倍速にしております。芝のところはもうすでに貼っつけておりますので、それ以外のところに全体的になじませるように流していきます。できたのがこんな感じとなります。さらに奥の方はちょっと面積が広いので、芝生の達人萌え木色をそのまま施工しまして、こんな感じにしましたが、ちょっと黄色が強いかなと思ったので、こういった場合は緑色のパウダーを使って色替えも可能なんですが、ちょっと全体的にだだっ広く感じたので、中央付近にスモールプランツを置いてこんな感じに仕上げております。ちょっと話は変わりますが、粉とか芝なんかを巻いた後、掃除機で吸うわけなんですが、その時こんな風に布地を掃除機のヘッドの部分にかぶせておけば再利用可能になるということです。あとレイアウトを向かって左側の山付近にも芝生など植えておりますが、この辺はちょっと時間が足りなくて作業ができておりませんので、次回以降進めていきたいと思います。で
は今回は機関区周りを仕上げていきました。この後まだ樹木を追加しますので、そうなると印象がガラリと変わる可能性があります。あと奥の方に C55 流線型、こちらを SL 広場的な感じで配置しております。ということで最後までのご視聴誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。